안녕하세요. 사랑합니다. 皆さんこんにちは。純粋レシピの純です。今日のレシピはナッツが入ったしらすの炒めです。じゃあ行きましょう。韓国で멸치볶음というこのレシピは、昔僕は軍隊にいた時亡くなったおばちゃんが子供の時からよく作ってくれた思い出のおかずです。まず材料です。映像の説明欄にも詳しく書いておきますので参考お願いします。しらす 100g です。韓国語で멸치と言います。멸치。くるみ 30g とピーナッツ 30g です。アーモンドとか好きなナッツだったら何でもいいです。ただこのまま使うとサイズがちょっと大きいので切ってあげます。くるみを食べやすく切ります。こうやって一個一個切ってもいいし、こういう風に切ってもいいです。ピーナッツの場合、手で半分ずつ割ってもいいです。次はニンニクです。ニンニク切るときは芯が見えるようにして太めに切ります。こうすると炒めるときパラパラになりにくくなります。こういう感じです。これでまな板はいりません。干物とナッツをこのまま料理すると予想できなかった匂いがするかもしれません。特に冷蔵庫に長く置いたものほどそうなりやすいです。干物とナッツは周りの水分と匂いをたくさん吸収するのがその理由だと言えます。なので2つの材料全部少し炒めることから始めます。日本語でから入りすると言えますよね。まずくるみとピーナッツを炒めます。火を強火にしてフライパンを温めます。火が強いと焦げてしまうので、ある程度フライパンが温かくなったら中火にします。ナッツを入れて、本当に少しだけです。1分ぐらいで十分だと思います。お皿に戻します。次はしらすです。さっきと同じ固定です。炒めたしらすは網をかけていらない粉を落とします。粉が多くても少なくてもきれいに落としましょう。次はニンニクです。油を入れてフライパンを温めます。フライパンが熱くなったら中火以下にしてニンニクを入れます。ニンニクが焦げることが怖い方は弱火で炒めても大丈夫です。ニンニクって火が通ったら強い匂いがなくなり甘さが出ます。ニンニクの色がこうやって変わるとこのタイミングでしらすを入れます。これから1分炒めます。しらすの色が少し変わりました。このタイミングで火を消します。まだ終わりじゃないのに火を消す理由は、火をつけたまま調味料を入れると全部焦げてしまいますので、火を消してから余裕を持って焦らずに調味料を入れます。みりんです。大さじ2。砂糖です。大さじ1。醤油です。大さじ1。しらすは基本的にしょっぱさを持っているので、醤油はこれで十分です。醤油の量を増やすとしょっぱくなると思います。余熱を利用して調味料がよく染み込むように混ぜてあげます。そろそろ終わりです。ここにナッツを入れて、これから1分30秒炒めます。フライパンがずっと熱かったので中火で十分です。最後のスパッと。美味しくなれ。火を消してからオリゴ糖を入れます。量は大さじ2。水飴を入れるレシピも多いんですけど、時間が経つとすぐ硬くなるので、僕はいつもオリゴ糖をよく使っています。今火は消したままですよ。最後にはごまをかけましょう。出来上がりです。味見します。いただきます。醤油が入ったしらすの少ししょっぱい味。
そしてオリゴ糖の甘さ、その反対の2つの味をナッツの香ばしい味が抱きしめている、そういう味です。とっても美味しいです。ぜひ作ってみてください。皆さん、今日のレシピいかがでしたか？頑張って僕はいつも美味しく食べてるレシピをまた持ってきます。最後まで動画を見てくださった皆さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。アンニョン。